はい、皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、レップレンジについて解説していきます。まずレップレンジって何かっていうと、まず低レップ、中レップ、高レップってありますね。簡単に分けますと、5レップ以下の低レップ、6から12ぐらいまでの中レップ、で、あとは15から20ぐらいまでのハイレップですね。これ簡単に分けてます。別に定義とか細かいところないんで、ざっくりと例で分けてみました。低、中、高っていう形ですね。で、いろんな多分議論があると思うんですよ。どのレップレンジでやっていけばいいの？パワーリフターの方なんかは当然低レップをメインにやってると思いますよね。で、ボディビルダーの方は中レップ。で、高レップは種目によって、対象筋によってやられている方もいると思います。で、結論から言うと全部やった方がいいです。全部うまく取り入れてやっていくべきだと私は考えます。僕が所属していたワシントン DC のビーラフィットネスで、やっぱりここで僕はパーソナルトレーナーの基礎っていう部分を学びました。で、特にそのマネージャーのベン、フィットネスマネージャーのベンからトレーニングのプログラムの組み方についてはすごく徹底的に教え込まれたなというふうに思っています。で、いろんなお客さんいますよね。ダイエット目的、筋力アップの目的、筋肥大の目的。いろんなお客さんがいるんですけど、やっぱりこのレップレンジをうまく回しながらトレーニングしていくってことがすごく大事になってきます。トレーナーの同僚たちってパワーリフターが一番多かったかな。パワーリフターが多くて、一人カーリー・ザーキーって言うんですけど、彼は本当にうちのトレーナー辞めてプロのパワーリフターに転向した方です。僕のスクワットは彼に教え込まれました。パワーリフターの人も筋肥大のトレーニングやるんですよ。毎回5レップ以下の、毎回その 1RM に挑戦するようなトレーニングだけをやってるんじゃなくて、補助種目として筋肥大のトレーニングも必要なんで入れるんですよ。当然、僕らボディービルダー、筋肥大を目指す人たちも、やっぱり重量を扱った、ちょっと低レップ目のトレーニングも筋力をつけて体のそのベースを作る。体の土台を作る。パワー、出力が出せる体を作るために、そういった5レップぐらいのレップレンジでやることも筋肥大にはプラスになってきます。やっぱり扱える重量が増えれば筋肉に与えられる刺激も変わってきますよね。で、ここでしっかりと体の出力を出せるようになってくると、その筋肥大のレップレンジですね、だいたい中レップだとして、そこでの出力も当然上がってくるわけですよ。扱える重量も伸ばしていけるわけなんですよ。より。なので、この全てのレップレンジをうまくトレーニングで回しながら伸ばしていくってことが大事になってきますね。だからトレーニングの組み方としても、じゃあまずしっかりと筋力をつけていきましょう。筋力を上げる期間4週間設けて、ある程度筋出力のベースラインを伸ばしていく。で、そしたら次は今度筋肥大のフェーズに入ってきて、ちょっとレップレンジを上げて、じゃあ今度はもっと筋肥大に特化したトレーニングをしていく。これでもう筋出力のベースラインが上がってるので、その筋肥大の目的のトレーニングに移った時に、ある程度重量を上げた状態からスタートできるっていうメリットもあるので、そういうふうにトレーニングのメソッドを変えていって、ディテーリングですね。例えば弱点部位だったり、ここを伸ばしていきたい部位に関しては、やっぱりそこが苦手な部位であるのであれば、やっぱりハイレップで、そこに、うまくマッスルコネクションがつけれるように練習していって、弱点部位も伸ばしていくみたいな感じ。これ簡単な一例なんですけど、こういうふうにトレーニング、これだけやってればいいってものはなくて、全てにおいて、どのトレーニングもいいもの、いい部分、悪い部分ってたくさんあるので、うまく取り入れていく必要があると僕は思っています。なので僕のトレーニングなんかは、デッドリフトで高重量5レップ以下のものもやるし、普通に中レップぐらいのトレーニングもやるし、20レップぐらいのハイレップですね。これなんかは特にサイドレイズとかですね、肩とか腕に関してはちょっとハイレップ目で僕なんかはやってるので、振り返ってみると、どのトレーニング、どのレップレンジも自分のトレーニングには組み込まれている形になっています。で、皆さんその論文ベースとかエビデンスの話って結構好きな方もいらっしゃると思うんで、そこのベースで話していくと、どのレップレンジでも限界
の回数近くまで追い込めていれば、そこまで筋肥大に差はないっていう結果は出ています。なので、本当にいろんなトレーニングをやりながら、自分のスタイル、自分に合ったトレーニングのバランスですね。その高重量と中重量、ハイレップ。このうまく取り入れて全体的に伸ばしていけるようになると、体っていうのは必然的に強くなっていくし、大きくなっていくと思うんですよね。やっぱりずっと同じ刺激、ずっと同じレップレンジの刺激だと、やっぱり必ず停滞してくるんですよ。そうなった時に自分の引き出しがどれだけあるかによって、うまくそのトレーニングメニューを組み替えながら、うまく伸ばしていけるようにしていくことが僕は大事なのかなっていうふうに思いますね。前の動画で弱点部位の克服方法の動画でも出してた通り、苦手部位に関してはちょっとハイレップでやってみて、そこを使う意識。やっぱり重いと、そこを使う意識って薄れると思うんですね。重いものを上げることに意識がもっといってしまうので、あえて軽くして、そこを使うんだよっていうことを反復練習させて、パンプをさせると、やっぱりそこのマッスルコネクションってどんどん良くなっていくので、そういうふうに苦手な部分に関してはレップレンジをちょっと上げて、高レップでやってみるとか。やっぱりこういうふうにいろいろ組み込んでいくと、やっぱりそれぞれの良さっていうものが分かってくるんですよね。高重量じゃないと、高重量低レップじゃないと味わえない緊張感。もう全身を使わないと上げれない、本当に筋出力に特化したトレーニング。で、逆に言うと、高レップ。軽い重量で回数をやっていくことで、ここの筋肉を使ってるんだ。で、そこをパンプしていくことによって、そこに刺激が入っているんだってことを感じながらトレーニングすること。やっぱりそれぞれいい部分があるんですよね。なので、それぞれをうまく使い回しながら、自分のトレーニングをうまく伸ばしていければ、それが僕は最高なんじゃないかなっていうふうに思いますね。僕なんかは高重量の期間で必ず伸びづらくなってくるタイミングがあるんで、そこでトレーニングメソッドをスイッチして、レップレンジを変えて、またそこのレップレンジで伸ばしていって、そこでもまたやっぱり必ず停滞してくる時があるので、そこでまた別な引き出しっていう形で、うまく組み替えてやってます。やっぱり高重量、低レップでやっていくとかなりやっぱり関節に負担がかかってくるので、そこはやっぱり僕はパワーリフターが多かったので、僕のジムは。疲労のマネジメントですね。そこはすごく勉強になりましたね。その人たちもやっぱり、じゃあずっとその5レップ以下の超高重量でやってるかっていうとそうじゃないんですよ。その人たちもハイレップの日もあります。そうやってトレーニングの中の疲労を抜く日、うまく疲労をいなしていく日みたいなのもうまく使っていて、でそこで関節ですね。関節でやっぱり疲労がどんどん溜まっていってしまうので、重量を扱っていくと、そこでうまく疲労を逃がしてあげて、また高重量、低レップの日にまたうまくサイクルを戻していくっていうやり方があるんですけど、その疲労のマネジメントに関しては僕はパワーリフターの方はすごく上手というか理にかなっているというか、すごく勉強させてもらったなというふうに思います。なのでレップレンジ迷ってる方はいろいろやってみてください。もう全部やっていきましょう。全部やっぱりやって全部伸ばしていけばいいと思うので、そんなに僕こうやって理論いっぱい語ってるんですけど、僕のトレーニングなんか全然理論だったトレーニングしてないので、本当にやりたいトレーニングをやりたいだけやるっていう、もう非効率なトレーニング方法、パッと見たら非効率なトレーニング方法もやってるので、僕はね、単純にトレーニングが好きで、本当に死ぬ日までトレーニングしてたいっていう考えなんですよ。なので僕はこの自分の人生、80年だとして、その80年の時間をトレーニングと食事、これの人体実験をしてると思ってるんですよね。自分がどれだけ良くなれるか、自分がどれだけ強く大きくなれるか、人体実験をしてて、で、その過程で自分が気づいたものとか、そういうものをこの YouTube チャンネルで皆さんに、紹介していけたらなと思って動画を撮っています。なので皆さんも自分の体でどんどん実験してください。どんどん実験して、これがいいな、これが好きだな、これが体に合ってるな。人によってやっぱ関節の強さとか、疲労の抜けるスピードとか、栄養の吸収スピード、全く違うんで、これやってればいいよなんていうのはないんですよ。
もう自分で自分の形を作っていくしかないので、自分の実験だと思って見てください。自分のトレーニングは。こういう動画を参考にすることも大事ですし、大事なんですけど、やっぱり一番は自分がジムに行って時間を費やして研究して追い込んで前よりも良くなっていくことが一番大事なので、やっぱりね、僕みたいにどんどんいろんなこと試していってほしいなっていうふうに思いますね。